こんにちは、アンナスです。今日は3COINSで買った300円のランチョンマットがとっても可愛かったので、こんな感じでクリスマスの刺繍をしてみました。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、3COINSのランチョンマットと、あとナプキンリボンセットっていうちゃんと300円です。結構ね、3COINSでも高いのあるんですけど、これはちゃんと300円でしたね。こっちが赤で、こっちがリボンが一緒にセットでついてるやつですね。だからどっちも同じ値段なんですけど、なんかネットで買ったんですけど、その紹介のところにこうやってリボンでこう結んで、なんかナプキンリングの代わりにリボンでこうやって結んで、でなんかここに刺繍があると可愛いかなと思ったので、そういう感じでちょっと位置を決めたいと思います。で図案はアンナスの小さな刺繍図案の、クリスマスマッチ売りの少女があるんで、それをちょっと写してみようかなと思います。どこだっけ？これですね。これのヒイラギで2つあるからもう1個なんですけどちょっとクリスマスじゃないんですが、星の王子様のこの流れ星、これをこれすごいちっちゃいんで 150% 拡大して写そうと思います。で、どっちだっけ？こっちが赤い方がヒイラギで、緑の方が星にしようかなと思ってます。逆でもいいのかなっていうことで、じゃあ図案を写していきます。はい、ではこっちが流れ星と、で赤い方はなんか丸いナプキンなので、どこに刺繍しても一緒なんですけど、畳んだ時に違うななんかこの辺でいいかな。でこっちは畳む方なんでね、こっちは広げる方ですね。じゃあそれで写していきます。じゃあまずお星様から。この辺かな。星はこの横向きで、ちょっと流れてる感じ。チャコペーパーのインクの方を下に入れて、で細い方でなぞります。はい、こんな感じで写りました。じゃあ刺繍枠をしていきます。枠を外して間に布を挟んで、しっかりネジを締めて、で刺繍していきます。はい、では刺繍糸はこんな感じにしようと思います。星のところを濃いちょっと橙色みたいな星にして、で黄色となんか黄土色とベージュみたいな感じで、この流れ星の部分をやっていきます。なのでこれですね。これの2本取り、この6本の中の1本を抜いて1本ずつ抜きます。で2本針に通します。ちょっと今もう通してあるのでそれを使います。で最初は玉留めをしないので、別にしても大丈夫なんですけど、玉留めの代わりの小さい波縫いを2つ絵の中に入れて、ギリギリまでで1つ前の穴に刺します。で出てるところをハサミで切ります。
で拡大はしてるんですけど刺し方は一緒です。真ん中に1本基準を入れて半分ずつ埋めてひし形を作っていきます。ちょっとこうバランス見ながら上下に入れていくと入れやすいと思います。はい、こんな感じで一つできたので、また隣も真ん中に1本基準を入れて半分ずつ埋めていきます。はい、では星ができたので、今度は、後ろのこの細長いところですね。でここはなんか色がちょっと一つだけ白に近いベージュのような色にしたんで、それを真ん中にした方がいいかなと思いました。これ端っこだと布と一体化しそうなんで、順番は何でもいいんですけど、ちょっとそれで囲うといいかなと思ってます。じゃあまず下からですね、この一番下で最後がここがこのステッチで終わらせたいんで、この流れでいくとこの辺ぐらいかな。裏は絡ませてあります。裏にこう裏の糸だけをすくって終わらせて始めるんですけど、そんな感じでここに基準の1本を入れます。でちょっとずつ、例えばこの細いところだと少しずらしますね。最初に作ったステッチよりちょっとずらして、で入れる場所もちょっと離して、なのでアウトラインステッチだと半分ずつ重ねるんですけど、アウトラインとサテンの間みたいな感じで少しずつこうやってずらしてずらして斜めにしていきながら埋めていきます。なので反対側もそうやってちょっとずつ調整しながら、最終的にこの向きが縦になって、ここが最後のステッチになるように設定しながら埋めていきます。まずはこっちですね。はい、ではできたので、終わらせ方をさっき言ってなかったので、こうやって裏に2回絡ませるともうギリギリでカットして OK です。で新しい糸を出したら、刺繍したいところのすぐ近くのあたりに2回ほど、これでちょっと抜けそうだったら3回ぐらいやってもいいですね。でこんな感じでまたちょっと斜めに設定するんですけど、この最初に作った黄色のと同じ向きに、これで一つの塊なので同じ向きにしてください。で外から針を出して内側に刺すといいです。なのでちょっと刺繍枠はくるくる回してやりやすい方向に向きを変えてもらって、でこうやってこんな感じで今ざっくりで向きを刺してます。でちょっとスカスカなので後からでいいので間を埋めるとうまくいきます。まずはこの方向性を決めないといけないんですね。普通の正方形長方形みたいなのをただ埋めてるんだったら隣でもいいんですけど、これがちょっとずつ向きが変わっていくので、なので先にガイド線、最終的にこういう感じの向きにしたいなっていう向きを入れておいてから間を埋めると埋めやすいです。という感じでまたひたすら埋めて、でもう一つの端っこの色もまた埋めていきます。これ意外と縫いやすいですね。糊が効いてて張りがあって、なんかこう刺しやすいというかパキッとして、布は薄いですけどね。
でまた続きで最後まで埋めていきます。ここはこうなるからいいのか。はい、では出来上がりました。図案をお水で消していきます。霧吹きとかでどうせここアイロンすると思うんで、霧吹きでシュッシュってやって消してもいいです。でこんな感じで、かわいい自画自賛、いい感じですね。ちょっと拡大すると刺しやすかったですね。もともと絵が小さかったんで、これでリボンの色合うかな。もしあれだったら自分で用意したリボンで、合いますね。これでリボンしてかわいい。じゃあもう一個作っていきます。ヒイラギですね。図案を一つ写したんですけど、これだけでも可愛いかなと思ったんですが、ひっくり返して反転させて、この足の部分が交差する感じで写すとどうなんだろう。なんかちょっと可愛いかなと思ったんで、これで。なので反転させるときコピー用紙つけるから、ひっくり返してこのまま使ってしまいます。はい、こんな感じで写しました。なんか左右対称にもうちょっと右に寄った方が良かったかな。まあいいや。じゃあこれで、ちょっと普通の向きの方からやっていきます。まず実がすべて、実を先に赤と緑とで薄い緑と使っていきます。1本ずつ出して針に一緒に通してで最初小さい波縫いを絵の中に入れてギリギリで留めて糸の上にザクッと刺すとこれで絡まって止まっているのでギリギリで切ります。で丸の場合はこっち向きで刺そうかな、刺しやすいんで。まず真ん中に基準の1本を入れて上と下と埋めていきます。で基本的には隣隣に刺していくんですけど、必ず隣っていう決まりはないので、前のところでちょっと隙間が空いてるなとかっていうのがあれば戻って足してください。でこんな感じで半分埋めたら下半分も埋めていきます。こんなもんでいいですかね。で続きでやってもいいんですけど、ちょっと離れてるから1回終わらせます。針を裏に絡めて2回ほど絡めるとこれで止まるので、またここにちっちゃい波縫いを入れて始めます。はい、では丸ができたので今度は葉っぱを刺繍します。続きをやるときはこうやって裏に絡めてで最初の刺し始めはこのとんがってるところに抜けてしまうとんがってるところに針を入れておきます。こうするとギザギザを刺す時って結構隣に刺すと難しくて
あんまりこう思い切ったギザギザができなかったりするんで、先にこうやってガイド線を入れておいて、で葉っぱなので真横じゃなくてちょっとこう斜めになるように先に入れておきます。でこの後は間を埋めていきます。なんかここの間はここからこう少し放射状になるように刺していって、でこの上も、できればこうくると刺繍糸の端が頂点になるようになるといいんですけど、難しいと思うんで、横横、最終的に横横になってもいいです。はい、では葉っぱができたので茎を説明します。ちょっともうこっちは刺してしまったんですけど、ちょっとなんでこの長いところで説明します。まず1目作ります。でちょっと先に出して半分重ねるんですけど、最初に作ったステッチの半分あたりのとこをギュッと押して糸を割らないで糸の下に入れます。でまたちょっと先に出して半分重ねる。で刺す向きは同じ方向。今向かって下に入れているのでずっと下に入れます。上とか下とか好きな方向に入れないで、こうやって繰り返していくと、でカーブになるとちょっとカクカクしやすくなるので、ステッチの一つの長さを少し短めにやっていくとカーブがきれいにできます。でこんな感じで、で最後ですね。最後は同じ穴から刺して、で半分重ねるだけのステッチを入れると幅とかあと向きとかがこう整うので、それでもう裏に絡めます。ちょっと細いのでサテンステッチの裏よりもいっぱいぐるぐる絡めておくといいですね。で、3本取りに変えました。本では2本取りだったんですけど、ちょっと存在感をしっかり出したいので3本取りにしています。でこんな感じでもう一つこっちも同じのを作ると結構立派な感じになりそうですね。じゃあ続きをやっていきます。はい、では刺繍が出来上がりました。結構こう白にパキッと生えて可愛いですね。でお水で消して、結構すぐシュッと消えるので、クローバーのチャコピーですね、おすすめです。これとこれでこんな感じで出来上がりです。なんかクリスマスにちょっとね使うのもいいかもしれない。クリスマスパーティーとかに。でこれリボンをつけてですね。はい、以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。